はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、効果的な英語の学習法というテーマでですね、やっていきたいと思います。僕の場合はですね、とにかく英語のフレーズをですね、増やそうと、持ちフレーズを増やそうっていうのをとにかく考えたんですね。で、その型を増やす、持ちフレーズですね、これを増やすのに効果的だったことっていうのを、紹介したいなと思っています。で、2番目に、知ってる漫画の英語版を読む。はい。これもね、効果的でしたね。僕がよくやったのはドラゴンボールですね。ドラゴンボールはね、やっぱり読んでたので、青春時代っていうかその若い時に、結構覚えてる。その内容も覚えてるんですよね。このページで何言ったかみたいな、覚えてるので、結構ね、楽しく読めるんですよ。で、アメリカって結構その漫画が人気、日本の漫画がすごい人気で、本屋さんとかに行くとですね、その有名な漫画、スラムダンクとかも確かあったと思うんですけど、の英語訳されたのが売ってるんですよね。でそれをとにかく買ってきて読むんですよ。そうすると漫画にもよるけど、ドラゴンボールとかっていうとですね、あんまり長い言葉出てこないんですね。結構戦いシーンとか多かったりとかして、結構短いフレーズが多い、結構単純なフレーズが多いんですよ。あんまり難しい話じゃないじゃないですか。なので結構単純なフレーズが多くて、こういう言い回しができるのかとかですね、結構その辺がすごい勉強になって、楽しく、読めるっていうのがあるんですね。なのでその英語版の漫画を読むっていうのは結構効果的でしたと。で3番目に、映画を英語字幕で見る。でこれはね、洋画だけじゃなくて邦画もですね、それいいです。特に邦画、ドラマとかも結構ね、その日本のドラマとかも英語で見れたりとかするんですけど、そうするとなんていうんですか、その情景に応じて、こういう使い回しできるのねとか、この日本語に対してこういう風に訳すんだとか、結構ね、それが状況でこういう使い方できるんだなみたいなのが結構覚えられたんですよ。そのフレーズで、これ使えそう、こういう場面って結構あるよなとか、その日常生活でこういう場面ってよくあるような時に、その字幕で書いてあるのをこう一時停止で止めて書くんですよね。いつも自分が持ち歩いてるメモ帳に追加していく。で自分の持ちフレーズにしちゃうみたいな、そんな感じですよね。で4つ目に、フレーズを意識して洋楽を聞く。洋楽ってね、アメリカとかにいるとやっぱり黙ってても耳から入ってくるんで、結構好きになってくる洋楽もあるんですよ。メロディ的に。ただ何言ってるか分かんないじゃないですか。結構その洋楽ってすごいメロディーがいいんですけど、あんまりこうフレーズまで読む人ってあんまいないと思うんですよね。でそれをあえて歌詞を書き出して、でそれをちゃんと訳して、こういう風に言ってんのねと。で、自分の好きになった洋楽歌う時にですね、ちゃんと歌詞をこう思い浮かべながら、ちゃんとその歌うようにするっていう感じですかね。であとその意味とかもちゃんとこう理解しながら、こういう意味で言ってるんだっていうのを理解しながら洋楽を聴く、その意識しながらフレーズをこう聞くっていうんですかね。これはよくやってました。とにかく意識したのは、どれだけ日常で、自分の普段の日常で楽しみながら学べる工夫ができるかですね。これをとにかく考えましたと。やっぱり苦痛になるようなことっていうのはやっぱり続かないんで、人間やっぱりその楽しめるかどうかというところがやっぱりポイントかなと思いますね。でこれが良かったかどうかっていうのはちょっと分かんないですけども、ただ来て5年で外国人の彼女ができたんですよ。そうなんです。アメリカ人じゃないんですけどね、その日本語は使えない外国人の彼女ができたので、一つその答え合わせとしては成功だったんじゃないかなっていうのは自分の中ではあります。はい。で、逆にですね、あんまり効果的ではなかったこととしては、分厚い参考書。これダメでしたね、全然。いい値段するんですけども、中もね、こう本屋さんとか行って立ち読みとかするとすんごいこと書いてあるんで、これはもしかしてかなり勉強になるかもと思って買うんですけどね、全然見ないやっぱあんだけ分厚いと持ち歩くのも難しいし、やっぱりね、その途中で嫌になっちゃうんですよね。最初のね20ページぐらいまで頑張れるんだけど、やっぱり嫌になっちゃうんですよね。途中でもう開かなくなっちゃう。なんでその分厚い参考書はもう全然ダメでした。あとは単語帳もね、最初は頑張って見てたんですけど、やっぱりやんなくなっちゃいますね。やっぱり
単語を頑張って覚えるんだったら、フレーズから入った方がいいです。やっぱり覚える。でフレーズを覚えていくと中に単語がもう入ってるんで、よく使う単語が。そうですね。なのでまずフレーズから入っていくっていうのがいいと思います。単語結構ねやりがちなのは先に単語から入っちゃう人多いんですけど、単語はやっぱり後ですね。単語はやっぱり後で最初にフレーズから入っていくっていうのがいいと思いますね。で3番目に辞書。今はねもう Google 翻訳とかもあるし、インターネットでその辞書なんか使えるからいいんですけど、20年ぐらい前とかってやっぱりインターネットそこまでじゃなかったんで、やっぱり辞書っていうのをですね買う文化があったんですよ。分厚いやつ家とかに置いてあったじゃないですか。あれはほんと使えなかったですね。だからとにかく分厚い参考書とか分厚い単語帳とか分厚い辞書、これはね買ったけど効果的ではなかったですね。なのでまとめるとですね、やっぱフレーズ、自分の持ちフレーズっていうのを増やすということですね。これをするのがいいと思います。でそれを増やすためにどうするか。僕の場合は知ってる漫画の英語版を読むだったりとか、知ってる映画の英語字幕で見るだったりとか、あとはフレーズを意識して洋楽を聴くみたいなですね、それをやりました。これは別にね正解じゃないんですけども、とにかく自分が楽しんでフレーズを覚えられるような工夫っていうのが必要なんじゃないかなと思います。